ちは、お手紙ヤギです。先日、毛糸のセールに行ってきました。そこでこんなでっかいコーン巻きの毛糸をたくさん購入しました。というか、購入してしまいましたっていうべきでしょうか。丸安夏市という毛糸のセールに初めて行ってきたんですが、今回はそこで買ったものをご紹介しながら、丸安夏市ってどんな感じっていうお話とか、次参加したいなって思った方に向けて、私が実際に行ってみて思ったこととか、アドバイス的なお話とかできたらいいなと思います。最後まで見てくださったら嬉しいです。それでは始めましょう。丸安夏市は東京にある丸安毛糸というメーカーさんが年に2回開催しているセールで、毎年夏頃と冬頃にそれぞれ夏市、冬市と銘打って開催されているんですが、今回は先日8月5日の土曜日に開催された丸安夏市に行ってきたお話になります。購入できるのは糸と製品なんですが、糸はコーン巻きのこういう工業用の糸です。そして製品はその糸を使ったニットのウェアということになりますが、それが丸安毛糸本社1階の普段はカフェスペースになっているところを会場にして開催されています。で、時間は毎回同じだと思うんですけど、朝9時から始まって終わりが15時、午後3時ということになっています。なんですが、実質は商品がなくなり次第終了っていう形なので、終わり時間は前後するのかなと思います。そして会場の出入りは自由ということになっています。お値段的には量り売りみたいな形式なんですけど、だいたい目安でこの今目の前にある1キロくらいのコーンは1本で2000円で、その半分ぐらいの500グラムぐらいのコーンだと2本で2000円で、300グラムのコーンだと3本で2000円っていう風な感じになっています。ではここからは実際に購入したものをご紹介していくんですが、おそらくこの糸たちは製品を作った余りの分とか廃盤品とかだと思うので、糸の詳しい情報があまりはっきりしてないんです。このね、コーンの内側にこんな風に記載のあるものは後で調べてなんとなくこれかなっていうのが分かるやつもあるんですけど、それも合ってるかどうかちょっと定かじゃないので、正確な情報ではないっていうことを初めにお断りしておこうと思います。で、これから行ってみたいなって興味を持たれた方のために、なんとなくイメージをお伝えする感じでご紹介する形になります。では、糸の種類を大きく3つの区分に分けてご紹介していこうと思います。1つ目が普通のというか手編み用でよく見かけるタイプのシンプルにまっすぐな糸をより合わせたタイプ、今目の前にあるこういう感じのですね。で、この動画では便宜的にこういうタイプのものをストレートヤーンっていう風にジャンル分けすることにします。そして2つ目がこういうモヘア。モヘアもストレートヤーンに入るかもしれないんですけど、モヘアでいくつか購入したものがあるので、モヘアはモヘアで分けてご紹介したいと思います。そして3つ目がストレートヤーンでもモヘアでもないこんな感じの、例えばですけどファンシーヤーンみたいなやつとか、ループヤーンみたいになってるのとか、ちょっと個性的なのをまとめてその他っていうジャンル分けでご紹介したいと思います。まずはストレートヤーンのタイプなんですが、
見えるかな。こちらの7つを購入しました。その中で大体のスペックが分かったのが大体のスペックが分かったのがこの4つで、スペックが特定できたのはこのコーンの内側にですね、商品名が記載されているラベルが貼ってあって、商品名の記載があれば商品名で検索すると大体特定することができます。まずこのサーモンピンクっぽい色のとこの水色の糸は、同じ商品で色違いなんですよね。で、これがなんだっけ、これがエリカっていう商品名で、こちらの糸の素材がコットン 86%、ポリエステル 14% っていう配合の、リリアン状になってる糸で、コットンにしてはすごく伸縮性があって肌触りもふんわりしていて気持ちいい糸なんですけど、次また行った時に同じものがあるかわかんないので商品名をここで出してもあまり意味ないのかもしれないんですけど、一応商品名お伝えすると、これが、エリカっていう名前の糸になります。次にこの黄色と白の糸のより合わせたもの、これがバルーンミックスっていう糸で、ウールが 70%、アクリル 30% っていう配合のようです。これも結構番手は細いんですけど、引き揃えたら普通にテアミートと同じ感覚で使えそうかなって思います。そしてスペックが判明しているうちの最後の一つがこちらのちょっとネオンカラー風の黄色の糸で、ミルキーリリーっていう、これはコットン 100% の糸になります。これは私が好きなラドログリーさんっていう量り売りの毛糸のお店の使ったことのある夏糸にちょっと似た感じでイメージがしやすかったので購入してみました。ちょうど今着てるこのカーディガンのこの黄色の糸に似た感じかなと思って購入してみたものです。そしてスペックがわからなかったのがこちらの3つなんですけど、このねグレー木っぽい糸、最初から登場してるこの糸は、セール会場で店員さんに聞いたところ、ウールとアクリルの混紡の糸だそうです。スペック的にはそれくらいしか分かんなかったんですけど、色的にも風合い的にも何かしら便利に使えそうだったのでちょっと購入してみました。私前の動画で草木染めの糸でパウルクレーセーター編みたいって言っていて、そのメインカラーをまだ染めてないって言ってたんですけど、まあこれでもいいかなってちょっと思っています。はい、そして次はこの白なんですけど、これは一応ラベルで商品名が記載してあるんですよ。ブリザード20っていう風に書いてあるんですけど、これは検索してもなんか詳細が出てこなかったので結局スペックがわからなかったんですけど、これも手触りの感じはなんかウールっぽいですね。でラベルに書いてある色が RW って書いてあるので、多分ローホワイトっていうことだと思うんですよね。つまり生成り色ってことですよね。だと思います。これも結構使い勝手良さそうなので購入してみました。で最後がこれもグレー木っぽい色なんですけど、さっきのねこれとちょっと似た感じではあるんですけど、こっちは
じっくり見るとなんか日本寄りになっていて、超極細のグレーの丈夫そうな糸と、あとスラブヤンっぽい太さにちょっと揺らぎがある感じの白の糸とのより合わせになっています。でこのグレーの超極細の糸の方はなんか強度を増すための化繊っぽい感じの糸で、こっちの白のスラブヤンっぽい方の糸は、見た感じウールかコットンっぽいなって思いました。でこれは編むといい感じの風合いが出そうなので、これもスペックが分かんなかったけど買ってみました。以上、ストレートヤーンではこの7本を購入しました。では次にモヘアの購入品ですが、購入したのはこちらの4つです。それでモヘアは全部商品名とかのスペックがわからないんですよ。ラベルは一応全部ついてるんですけど、商品名の記載がなくて、それでこの2つに関してはラベルに試作品って書いてあるので商品じゃないものなんだと思います。けど番手とかは書いてあって、なんとなくのスペックはわかる感じです。でまずはこの2つなんですが、この2つはラベルが全く同じ記載になっていて、1/13試作モヘア04タムって書いてあるので、ここから推察するとおそらく番手が13番手で配合がモヘアと04ってことなんだと思います。それでこの他の2つも触ってみた感じ、なんか一緒の感じなので、多分全部化繊が芯になってるモヘアなんじゃないかなって思います。で番手としてはこのミントグリーンっぽい色のやつはラベルの記載にこれかなっていう番号があって 2/32 って書いてあるので、多分だいたい16番手ぐらいになるのかなっていう太さで、こっちの段染めっぽいモヘアもなんかその番手っぽい数字がラベルの記載にあって、この 1/13 っていうのがおそらくそうだと思うので、だいたいこれも13番手ぐらいなのかなって思います。でモヘアって結構割高なイメージあるので、シルクモヘアだったらなお良かったけど、なんかこの通り発色もすごい鮮やかでいいなって思ったので購入してみました。でこの一番でっかいのがだいたい 1kg で、他のこの3つが 300g ぐらいなので、この4つで4000円くらいって考えるとめちゃめちゃお得じゃないですかっていうことで、モヘア4種類購入しました。はい、そして3つ目のその他で購入したのがこちら、コーン巻き7つなんですけど、この2つは全く同じものが2つに分かれているだけなので、種類としては、6種類購入しました。でそのうちスペックが分かったのがこれとこれと、あとこれとこれですね。4つスペックが分かったのはこの4つでした。こういう糸は商品のラベルもそうですけどちょっと個性的だったので、後で調べた時に判別しやすかったです。手編み用ではあんまり見かけないタイプのこういう糸たちに出会えるのが工業用の糸のセールならではっていう感じで、買わなくても見てるだけでも結構楽しいし、この糸でどんな製品になったのかなって想像するのも楽しかったです。で実際セール会場でかかってた製品の方に
なんかこの糸使ったのかなって答え合わせっぽくなるのもあったりして、それも見ていて楽しかったです。では購入したものをご紹介していきます。まずこのネイビーと白のループヤーンみたいなのは同じ種類の色違いでアトンっていう商品名の糸でした。こちらは素材がコットン 100% っていうことで、これすごい手触りふんわりしてて気持ちいいんですよ。で店員さんに聞いた時もなんか押してるっぽい雰囲気の話し方でした。これが細いので単体で編むの難しそうなんですけど、引き揃えにしたらジェラピケみたいな手触りになりそうな気がして購入してみました。そしてこのサーモンピンクのやつはベルートっていう商品名で、これが素材がビスコース 60% のポリアミド 40% っていう配合の糸で、これもめちゃくちゃ細いんですけど、こんな風に間近で見るとモールヤーンのようになっています。これは、ストレートヤーンでご紹介したこのサーモンピンクのコットンの糸とほぼ同じ色合いなので、なんか引き揃えたらベルベットみたいないい感じの編み地になるかなと想像して買ってみました。そして次にこちらがムスキオっていう商品名の糸で、これはコットン 80% ポリアミド 20% という配合で、これがカールヤーンっていう種類のテクスチャーのある糸ですね。カールヤーンどんな感じなのかというと、これは同じ糸を2本よってあるんですけど、その1本がこうやってねじれてくるくるってなってるのをそのままより合わせてる感じで、これもまためちゃめちゃ細いので単体で使うのは難しそうなんですけど、いろいろな糸との引き揃えでちょっと面白いテクスチャーが出せるかなと思って買ってみました。そしてスペックがわからないこの2種類ですけど、この白のやつと黒のやつはスペックが分かんなかったんですけど、こっちの白のはコーンにラベル貼ってあるんですけど、それで商品名も記載されてるけど検索しても出てこなくてスペックが分からなかったんですね。でもこれ商品名がですね、リネンフラッフっていう名前なので、多分この芯になってるのがリネンかなっていう感じですね。でこれは若干カサカサしててウエアには向かないかもしれないんですけど、なんかバッグとか小物にしたらこのモケモケした感じが可愛くなりそうだなと思って買ってみました。そして最後がこのすんごいモケモケの、わかりますか？これ真っ黒クロスケみたいなやつなんですけど、これは引き揃えてウエアにしたらめっちゃゴージャスになりそうだなと思って買ってみたやつなんですけど、素材は全く分かんなくて多分化繊だとは思うんですけど、でも手触りめちゃめちゃふわふわですね。でこれもジェラピケ感出るかなって思って、2つもいらなかったけど2つセットになって袋に入ってたんで2個買いました。はい、購入品紹介は以上になりますが、結局全部でコーン18個購入してました。ちょっとやばいですよね。もうこれ確実に一生分ある。でも金額にしたら2万くらいだったかな。若干金銭感覚おかしくなってる気がするんですけど、でも予算的にはオーバーしてないので OK ということにしておきます。この量をね、手芸店で購入したとしたらかなりな金額になると思うので、それではここからマルヤスの毛糸セールに興味が湧いて行ってみたいなって思われた方に向けて
アドバイスというか、こういう気持ちで臨むといいですよとか、個人的に備えておいたらいいんじゃないかなと思ったものについて、4つポイントを絞ってお話をしたいと思います。まず1つ目は気持ち的なお話になるんですけど、焦らなくて OK っていうことを言いたいです。今回私初参加だったので混雑具合とか分かんなかったからすぐ売り切れたりするのかなと思って、念のため開始時間に合わせて行ったんですけど、でもそこまで気合い入れなくてよかったかなって個人的に思いました。会場が開く前に並んでいる人たちもちろんいて、何人くらいいたかな。そこまで大行列って感じではなかったんですけど、多分2、30人ぐらいは並んでたと思います。で、会場はそんなに広くないから開始直後から混雑それなりにしてたんですけど、でもお客さんの人数に対して商品の数が十分にあったし、最初に並べてある品物がはけてきたらどんどん奥から補充される感じだったので、私は小1時間くらいいたと思うんですけど、まだ全然なくなる気配はなかったんですね。で、補充されるのもまだワゴンに並んでないものもあったし、最初から置いてあったものの追加の補充もされてたので、なんで別に開始時間前から並ばなくても欲しいものはちゃんと手に入りそうな感じがしました。目安としては午前中のうちならなくなる心配はないかなっていう感じだと思います。そして2番目に言いたいのが、事前に計画を立てててもあんま意味ないかもしれないっていうことです。私セールだと判断力が鈍りがちで、変なものとかいらないものとか買っちゃって後でちょっと後悔するっていうことがよくあるので、だからこれから編もうと思っているものを事前に頭の中でリストアップして、それに当てはまりそうな糸を探して買おうっていう感じで計画を立ててから臨むようにしてるんですけど、今回はそもそもその計画にあまり当てはまるような番手の糸がなくて、基本的に手芸店で購入するようないつも使ってるくらいの太さの糸があまりなくてですね、超極細が多かったんですよね。これ毎回そうなのかは分かんないんですけど、やっぱり工業用の糸っていうことで手編み用として売られているものよりかは細番手のものがメインなのかなと思いました。そして素材も基本的には商品に記載がなくて、店員さんに聞いて教えてもらうっていうのが基本になるので、店員さんも忙しそうだし、大量にある糸の一つ一つの素材をね、多分細かく覚えてはないと思うので、実際聞いた感じ、例えばモヘアだったらモヘア何%と他の素材が何%みたいな感じで教えてもらえたらベストなんですけど、実際はモヘアならモヘア、ウールならウールとアクリルが混じってるっていうくらいのアバウトな感じにしかその場では分かんないので、私も最初は一つ一つ店員さんに尋ねてたんですけど、だんだんもういいやって感じになってきて、手触りと番手だけ確認して、どうしても気になるやつだけ素材の種類を聞くっていう感じになっていきました。あとはね、他のお客さんも結構店員さんに聞いてるので、横でふーんっていう感じで聞いて参考にしたりっていう感じになりました。なので私は最終的には予算の上限だけしっかりと心に刻みつけて、糸選びはもう心の赴くままに手に取るっていう感じになっていきました。そして3つ目のポイントとしてお伝えしたいのが、引き揃えで考えるっていうことなんですけど、さっき話したようにいつも使ってる手編み用の糸とは違って超極細がメインだったので、いいなと思ったのがもしあったらその糸を基準にして
同じような色味のものを探したり、その糸単体で編みたいんであれば2、3本引き揃えた時に、必要な糸量を考えて買うっていう感じで、引き揃えて編むことを前提に検討するといいかなと思いました。私は買った後でそれに気づいたので、今回のお買い物ではあまり引き揃えっていうのが頭になくて、結果買ったもの同士で引き揃えできそうな組み合わせがあまり作れてなくて、だから結局新たに違う糸を引き揃え用に買うことになりそうって思ったので、引き揃えを考えるっていうことを今回ポイントの3つ目として挙げてみました。で、最後の4つ目は、熱中症対策ですね。これは糸が置いてあるのがお店のドア前の屋外のスペースになるので、必然的に糸が目的で来てる人は長時間外にいることになるのかなと思って、なのでこの時期に参加するのであれば熱中症対策をちゃんとしていった方が安心かなと思いました。とはいえもちろん辛くなったら涼しい店内に入れるし、あとすぐ近くに休憩用のスペースも用意されてるんですよ。でも次々に商品が補充されていくのを見てたら、多分夢中になって気づいたら長時間いてしまうと思うんで、そうなっても大丈夫なように保冷剤とか水分とかの準備をしていくと安心かなって思ったので、4つ目のポイントとしてお伝えしてみました。ちなみに店内は何が置いてあるかというと、店内は製品が置いてあるスペースになっていました。はい、ここまでお話ししたことをまとめると、1つ目のポイントは焦らなくてもすぐになくならないから開始時間前に並ぶほど気合い入れなくても大丈夫そうっていうことと、ポイントの2つ目が糸選びは事前にリストアップしていても希望通りのに出会える確率が低そうなので、その場のときめき重視がいいかもっていうことと、ポイントの3つ目がいいなって思うものに出会えたらそれと引き揃えできそうな糸も一緒に探して買うようにするといいですよっていうことと、ポイントの最後の4つ目が夏市の時は熱中症対策、逆に冬市の時は防寒対策をしっかりしておくと安心かなっていう、以上の4つのポイントが私からお伝えしたいなって思ったことでした。はい、ということで今回の動画は東京両国にある丸安ケイトさんの丸安夏市で購入したものと、これから参加しようと思っている方に向けて私なりにアドバイスできそうなことをお話ししてみました。参考になれば嬉しいです。またこういったセールなんかに参加することがあれば、その時のレビューもしてみようと思います。今回の動画気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。